いつものガジェットをちょっとだけアップデート。こんにちは、トバログです。今回の動画は Amazon さんの提供でお送りしていきます。というわけで、このね季節になったらこの話題なんじゃないかっていうところで Amazon ブラックフライデーが、ついに今年も始まったわけですね。今年のブラックフライデーは11月21日金曜日から12月1日月曜日までが、セール期間です。その間の3日間21日から23日の週末にかけてがね先行セールっていう形。毎年ねブラックフライデーセールとプライムデーは僕はすごい期待しながら待っていて、こういう感じで動画にもしているんですけど、だいたいブラックフライデーの時は年末年始とか、その辺の旅行にかけてねちょっと持ち歩くガジェットとかこれアップデートしたいなとかをね結構アップデートする時期だったりもするので、今回の動画は普段持ち歩くアイテムをちょっとだけアップデートしていこうかなみたいな動画を紹介していきます。ちょっとね動画のためにあらかじめこれはセールで安くなるであろうものをね購入してピックアップしているので、今回購入したものたちと、あと今まで持ち歩いてる既存の据え置きアイテムとかをちょっと紹介していく形ですね。ちなみに今回紹介するアイテムはこんな感じでストアフロントでもまとめていて、トバログの普段使ってる撮影道具だったり、ちょっとしたカバンの中身とかそういうねカテゴリー別にこんな感じで分けているので、ぜひストアフロントも概要欄からチェックしながら見ていってください。それでは早速いってみましょう。はいと、いろいろ届いたな。そしてこのガジェットポーチの中に普段入れているガジェットを入れていく感じですね。基本的にPC とかスマートフォンの周辺機器が多いんですけど、割とこの辺の市場って結構ねアップデートされていくし、しかもセールのタイミングでめちゃくちゃ安くなるので、割とこのタイミングでまとめ買いするのが多いですかね。今回はそのアップデートするガジェットもそうだし、既存のねすでにスタメンとして使っているアイテム群も紹介していこうと思います。じゃあまず開封していくか。やっぱ開封はちょっとねワクワクしますからね、結構いろいろ届いてんだよな。はい、まずこの辺からちょっと開封をしていきます。これですね。結構こういうタイプの充電器いろいろ買ってるんですが、これはねベルキンの 100W 給電ができる3ポートついた、充電器ですね。これ結構いいなと思ってて、ポートが3つあるんですが1個だけ USB-A なんですよね。 USB Type-A のアイテム結構使うことがあってですね、例えばゲームの充電器だったりライトとか意外と旅でしか使わないガジェットでType-A が使いたい時があったりするから結構便利なんですよね。子供のちょっとしたおもちゃとか。っていうところで今回いい感じ、ケーブルも同梱されているタイプでこんな感じですね。本体だけ見せるとかわいい。デザインシンプルでめちゃくちゃいい。結構ベルキンのアイテム割と好きで、こういう風にね筐体のこの造形というかカラーのチョイスとか筐体のマット感とかがすごくね僕的には良くてですね、CIO とかアンカーとかももちろんいいんですけども、ベルキンのこのトーンが個人的にはマッチしてる感じがあって、今回これを購入してみました。ここに3ポートあって1個タイプ A なのが結構いいですね。それでいてこのサイズ感に収まってるのは割とありがたいです。もともと僕結構ねこの MacBook Pro を普段から愛用していて、結構 100W 給電のね充電器が必要だったりするから持ち歩く用のガジェットとして、100W の充電器持ってたんですけど、ポートがね今使ってるのだと1個しかないから、このねタイプ C もう1個使いたいなみたいな、 MacBook もある程度充電しつつスマホも一緒に充電したいんだよなみたいな用途がね結構そういうのがありまして、今回これをね購入決めたっていうわけですね。セールで結構安くなっているっていうところと、あとタイプ A があるから子供のちょっとした変なガジェットがねタイプ A でしか充電できなくて出先で困ったりもするので、そういう意味でも今回はこれを導入しています。充電周りはこんな感じですね。 100W とあと 70W と 30W みたいな感じで最大3ポート同時接続でも使えるから、割と旅先でもこれ1個で安心感あるんじゃないかっていう感じです。ベルキン可愛いな、筐体デザイン。まだね使い込んでないので何とも言えないんですけど、ガジェットポーチにもしっかり収まってくれるサイズ感っていうところがいい感じですね。ちなみに今回 Amazon 限定でケーブルが同梱されていました。
この開封が楽しくて買ってるみたいなところもあるからな。左よし。お、はい、これは相当いきなりハイエンドなアイテムなんですけども、ずっとね買おうか、どうしようかなって悩んでたクルーシエルのこの X10 っていう 8TB の SSD を今回購入してしまいました。これもねセールで安くなるのと、あと年末年始割とね出かけて動画作ったりとかもあるので、いっぱい動画が入るストレージちょっと欲しいなと思ってずっと買おうと思ってたんですよね。このタイミングで買っています。ちっちゃあ、こんなもんなんだ。もう2回り3回りぐらい大きいのかと思ってた。8テラもあるから。めっちゃちっちゃいんだけど想像以上。これは嬉しい誤算ですね。なんかもう少しこのぐらいの大きさかなと思ってたんですよ。8テラもあるし、なのにこの軽さ、このサイズ、そしてもっと青っぽい感じかと思ってたら意外と落ち着いたちょっとねレトロな青で、いやこれ良かったです。結構動画編集してると割とねプロジェクトが10個ぐらいガーって今進んでるんですけど、それぞれの動画データをちゃんと保持しておかないと編集ができないので、MacBook の内蔵のねストレージが今4テラなんですが、4テラだと地味に収まりきらない。だけど4テラぐらいじゃないとタイムマシーンとかでね結構バックアップが大変っていうところで、今回8テラのこちらを購入しているわけですね。これ結構嬉しいのが読みかけが 2100MB 出るんですよね。結構動画編集だと、500から1000ぐらい出ればある程度ね 4K 動画もサクサク編集できるかなっていう感じなんですが、その倍ぐらいあるのでこの中に動画データを仕込んでいても良さそうかなっていう。ちょっと実際試してみようかな。一旦付属のこのね、線を使ってとりあえずこんな感じで速度をねテストするツールがあるので、これを使ってどんなもんなのか測ってみます。入ってました。速度的にはこんな感じですね。M4Max の場合確かね USB3.2 Gen2×2 みたいなのではなくて Gen2 でね接続しているので、一応その中では最大速度が出ているかなと思います。Windows とかで USB3.2 Gen2×2 みたいなやつでね最大 20Gbps で、通信できるものと接続すればおそらく最大値が出るんじゃないかなって感じですね。とはいえ動画編集においてはもうかなり十分な速度なので、この状態でちょっとね 8TB 分のね動画編集アイテムが書き込めるっていうのはちょっと良さそうなところですね。これも今届いて、ざっくりテストしてみただけなので実際どうなのっていうところはねまだわからないところなので、これはね別の動画でちょっと紹介していきたいなと思っています。ちなみに今回は8テラの容量を買ってるんですが、普通に使う分であれば2テラとかで十分だと思うので、これのね 2TB、1TB 分も安くなってるかなと思います。ブラックフライデーとかだとこういうねストレージ系が結構安くなるので、このタイミングの買い替えいいんじゃないかなと思います。あとはちょっとこの辺のものをバリバリと開封していくか。なんだろう、これですね。今回この CIO のメイトシリーズと、あとぐるぐる回転しているこのねケーブルを、今回妻用にちょっと購入してみました。もともとライトニングケーブルの iPhone 使ってた時にこのねピンク系の充電器使っていて、それが一発でね自分のものだって分かるっていうところですごく気に入ってくれてたんですが、タイプ C になってからはみんなで共有していたので、今回改めて専用のものをちょっと購入してみています。かわいい。なんかピンクっていうよりかは、ピンクなんだけど優しいマカロンみたいな色合いですね。この CIO のメイトシリーズ、TSUTAYA家電とかでね見ていてかわいいなと思っていたので、このサイズいいです。これで 30W だもんな。 iPhone とか iPad mini、 あとは MacBook Air とかだったら全然このサイズで充電できるので、すごい時代になったなと思います。やっぱりケーブルもね刷新したいっていうところで、今回はこのぐるぐる巻きになる絡まないこのケーブルも同じ色で買ってます。すごい。パッケージの色は違うけどピンクの色は一緒ですね。よくないこれ。じゃあ充電器かわいいと色。かわいいかわいい。結構サラサラ系だ。かわいい。これがケーブルなんかそれマグネットで、多分くるくる自分で回してくっつける感じだけど、でも簡単にいく。いいね。
色いいよね。なんかこれいいの真っピンクじゃなくて、それ使ってください。イエーイ。何が充電できる？ MacBook と iPhone と iPad mini とか全部できる、それで。最高です。いつでもポーチに入れて持ち歩くことができて、これと一緒にこのぐるぐるっていうのがね、磁石で、これ形状記憶かなんかだと思うんですが、このまま充電をして iPhone を充電する。意外と伸びるんですよね。意外と伸びて、これ多分1メートルぐらいあるんですが、これで最大 240W の給電にこのねケーブル自体も対応してくれているので、パソコンのもっと強いやつをね使いたくなったらこれが使えるっていう。でくるくるこうしていくと、またこのサイズ感に形状記憶で戻ってくれるっていうところで、今回ピンクなんですけど、黄色とか青とか確か別のカラーも結構あると思うので、このタイミングで購入するのおすすめかなと思います。これめちゃくちゃ軽いんだけど、なんだろう、カラビナ。これはちょっと自分用なんですけど、持ち歩きでねケーブルを忘れることがあって、ちょっとしたデータ転送とか充電でちょっと困るみたいな時があったりするので、今回ねいつでも持ち歩く護身用みたいな感じでこのケーブルを購入してみた感じです。めちゃ短い15センチぐらいの、意外とねこういうのポケットに入れて持ち歩くとちょうどいいんですよね。こっちはセール対象で、こっちはおそらくセール対象外だとは思うんですけど、今回セール対象外のものもポイント貯まるので同時に購入しています。いいですね。この質感めっちゃいい。この金属のこの組み合わせは一時期ちょっと話題になってたんじゃないかなと思うんですけど、こうやってガシッと結構強い力で入る感じですね。しっかり抜けないようになっていて、これでこうしておくとこのまま、持ち歩くことができる USB-C ケーブルになるっていうわけですね。これとかはねガジェットポーチの中に入れておくっていうよりかは、普段使っている、車とか家の鍵とかと一緒にまとめておこうかなと思っています。割と僕ガジェットポーチ自体をね持っていくの忘れて、充電できなくなっているみたいなとか、あと車の Google カープレイみたいなの使いたい時にねこういうケーブルが手元になくて困るみたいな多々あるので、これはねちょっといつものガジェットとは別のところにね入れて持ち歩くやつです。割とケーブル類が多いから、こうやって見るとこれもケーブルですね。ケーブルはなんかね買い替えるぞっていうタイミングじゃないとやっぱ買い替えなかったりして、結構ねこのワット数これ 240W に対応してるんですけど、 60W にしか対応してないケーブルっていうのもまだ結構家にたくさんあるので、ちょっとずつケーブルをね白にしつつパワーも上げていくっていうプロジェクトを個人的にやっています。今持ち歩いてるのをちょっと家用にしようかなと思っていて、このねつよつよの 240W 対応の方を持ち歩くケーブルにしたいなっていう、そんな感じ。いいですねこの佇まい。さっきのこっちはねシリコンタイプにしてみたんですけど、僕の場合結構ガジェットポーチに入れることが多いので、シリコンだとちょっとホコリがついちゃうかなっていうのが懸念されて、このねいわゆる最近アップルとかでも使われているちょっとナイロンをまとったこのケーブルにしてみました。いいわこの感じさっき紹介したこのベルキンの 100W と一緒に使うことを想定していて、この感じでこれで最大 100W 給電ができるから MacBook も全く問題なしっていう、そこがねいいところです。このセットアップもそうだし、もう2つポートがついているので、例えばさっきの予備のねケーブルをこれあったわとか言って接続すれば、こっちで MacBook を充電しつつスマートフォンもこっちで充電するっていう、そういう組み合わせ方ができます。これでちょっとしたねカフェの電源がある席でちょっと30分だけ充電したいんだよなみたいな時に重宝しそうです。ちなみに余談で台湾もこのね同じ形状のプラグなので、このまま持っていくだけで両方ともね旅先で充電が完結しますね。ケーブルは割とこっち側に入れるんですけど、ここにガボッと入れてこんな感じでいい感じ。またケーブルで何個ケーブル買うんだよっていう話なんですけど、これもねちょっと必要なやつですね。これもね実はセールで安くなっているんですが、じゃんとサンダーボルト5のケーブルです。
よかったわこれ。なんかサンダーボルト5、最近ねこういう前にも紹介した 5K2K の LG のディスプレイ使ってるんですが、サンダーボルトで経由することでいろんなアクセサリー接続したり、あとまあねいろんなこう映像もそうだし、かなりたくさんのねデータをこれで送受信できるというところで、サンダーボルトに対応しているこういう感じのね、これサンダーボルト5で使える爆速の SSD ケースだったり、あとはまあ5じゃなくてもいいんですけど10ギガビットイーサネットみたいな、こういうねちょっとしたガジェットを使っているので、いくつかサンダーボルト5に対応したケーブルが欲しかったんですよ。こういうケーブルも付属はしているんですけど、やっぱりね真っ黒なので個人的にはやっぱ白でケーブルは揃えたいっていう計画をもう何年も前からこういう感じでやっていたりするので、白いケーブル族としてはちょっとねいろいろ Amazon で探したらこれだけ見つかったので、今回これがセール対象になっていたから購入したって感じですね。ディスプレイと直接接続する時もそうだし、ディスプレイを介してこういうねストレージをつないだりとか、こういうのをねつないでみたりする時に黒のケーブルがなくなるからすごく助かります。すごくいい感じ。これ見つかってよかったです。今のところサンダーボルト5ケーブルで白いのってもうこれ手元にある1本このディスプレイに付属してたやつしかないんじゃないかと思ってねちょっとね不安だったんですけど、 Amazon でこの真っ白で、しかもこの刻印がまたいいんだ。これライトグレーで、この感じがねちょっとまた今これから使っていくので耐久性とかはねまた別途紹介していきたいんですが、ひとまずこれが見つかったっていうところでこんな感じでアクセサリーたち、家で使うようですね。サンダーボルト5をどんどん追加していこうと思います。はい、今回アップデートしていったアイテム紹介してたんですけど、スタメンのね普段使っているガジェットもちょっと合わせて紹介していこうかなと思います。セールでねちょっと安くなってるかは断定できないんですが、せっかくこのポイントもつくタイミングだから、おすすめかなと思うものたちですね。細かいので言うとこれ系で言うとやっぱこれかな。もうこのアンカーの8 in 1 8 in 1のこのね USB-C のハブは割ともう 3,4 年ぐらい使っているんですけど、スペック的にもね未だ最前線を走っている感じだし、それでいて結構古めなので安くなってるんですよね。なのでもし USB-C ハブの購入検討してるならこれ結構おすすめかなと思います。何ができるかっていうと、意外とねこれ2ポートの USB-A があって両方とも 10GBps に対応してるんですよね。結構速い速度で、データ転送もできるし、MacBook だとこういうねマイクロ SD 読み込みの時大変なんですが、その辺のねこういうスロットもついていて、イーサネット1ギガかな、1ギガのイーサネットだったり、こっちにも実は 10GBps の USB-C のポート、 SSD を挿すならこれとか、充電しながら使える充電用の PD ポートだったり HDMI が入っているっていう、これ結構全部入りなのに価格が安くて、それでいて最近のやつとスペックも遜色ないっていうところがね個人的にはいいです。で結構 3,4 年使ってるんですけど、未だ断線もないしどこか読み込めなくなるとかもなかったりするので、耐久性的にも割と、トバログとしてはお墨付きできるアイテムかなって思いますね。今回のセールどうだったか忘れたんですけど、割とこの Amazon のブラックフライデーとかで安くなるのでぜひチェックしてみてほしいです。あとは、そんなにがっつり紹介してきたものではないんですけど、地味に持ち歩いて使ってるものとしてはロジクールのペブルっていうちっちゃくて薄い、そして静音性があるのにちゃんとスクロールがついているこのマウスですね。これもめちゃくちゃ安いんですよ。めっちゃ安くて本当にエントリーモデルではあるんですけど、ちょっとしたマウスが欲しい時が地味にあったりしてですね、例えばこの Surface のキーボードとこうやって使う時とかも、Windows だとやっぱトラックパッドよりもねこういうマウスの方が使いやすいんで、そういう時限定で使ったりとか、あと Android でこれねキーボードとマウス両方使えるので、キーボードを別途接続してこんな感じでマウスをね展開してこうやってカーソル移動するとか、そういう感じでマウスは地味に使うんですけど、これだと価格もすごい安いし、あと軽い、そして比較的コンパクトなのにしっかりね静音性でこの中央クリックもありスクロールもある、
この辺のやつがちょうどいいかなと思ってこちらにしてます。もちろんもっと高くてもっと薄くてとか、すごく小さくてとかいろんな選択肢はあるんですけど、見た目もねなんかいいですよね。ちょっとこの感じ、見た目も割と落ち着いているし、色が好きな人にとっては黄色いモデルだったりピンクだったり、そういう感じでねトーンを合わせることができるので、これは結構いい感じです。あとロジクールなので専用のソフトでねいろんなアイテムと統合して使えます。あとこれですね、これに関してもちょっと、お守り的な感じで、さっきのねこのカラビナみたいなのに通ずる話ではあるんですけど、これも地味に使います。このケーブルカードっていうアイテムで、結構前のやつでスペック的なところはね考えてはいけないようなアイテムなんですが、これパカって開くとここにね USB-C のケーブルとライトニング、今はあんま使わないかもしれないけど、あとマイクロ USB、 これ子供のガジェットでめっちゃ使うんですよね。とかこういうねアダプター、あと SIM ピンとか、マイクロ SD とかね、そういうの挿しておくやつとか、そういう細かいのがこの薄さサイズに、集まってるっていうところで、これは地味にねこのガジェットポーチに入れておくと使うことが多いですね。であと最近気づいたのが、これ一応スタンドみたいにすることもできるんで、こんな感じで、程よく結構こういうフォルダブルとかもこうやって立たせることができるし、このままこうやってスマートフォンを立たせてキーボード接続してマウスをつなぐと、これでね一応ちょっとした作業環境として使えるので、こんな感じで使うっていうのが地味にねちょっとロマンがあります。いつもこれで作業するわけじゃないんだけど、なんかフードコート行った時とか、ちょっとなんか長めのメールスマホしかないんだけど返したいなみたいな、このね真っ白なガジェットセットアップでこうやってね、ここに入れてこうガボッガボッと持っていけるみたいなところはやっぱりねロマンあふれております。あとは真面目なんですけど、アップルのポリッシングクロス、これ信じゃぬのって一時期言われてたぐらい結構ね高価なものではあるんですけど、やっぱりね質がめちゃくちゃ良くて、汚れ拭き取る感というか、この手触りがしっとりしてる感覚がもう本当に2年ぐらい使ってもずっと落ちないので、なんだかんだちょっと高いものを1個買ってずっと持ち歩くっていうのもいいのかなと思って、これを愛用しています。MacBook の画面とかね、ナノテクスチャーコーティングとかこれでしか拭いちゃダメっていう風に言われていたりもするから、そういうところもあってこちら。普段持ち歩くガジェットをちょっとだけアップデートっていう感じなんですけど、これが今のところのガジェットポーチたちです。はい、っていうところで冒頭に戻ってきたんですけども、今年もいい感じに安くなっていたので、いろいろとこう持ち歩くねちょっとした不便があったようなアイテムをアップデートすることができました。いや毎年これをやってるとねちょっとずつなんか気持ちが上がるというか、いい感じに全体が揃っていく雰囲気があるので、このねブラックフライデーセールのタイミングでいろいろ買い替えをするのが安くてポイントも貯まるしおすすめです。冒頭でも紹介したんですが、ブラックフライデーは11月21の金曜日から、23がね先行セールで、その後の24から12月1日までの1週間がね本セールっていう形なので、ぜひぜひ今回も結構長めにセールやっているので、年末年始どっかに出かける、実家に帰省するとかでねちょっとしたガジェットをアップデートしたい人はこのタイミングで購入するのがおすすめかなと思います。というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ぜひねトバログのチャンネル他にもいろんな動画をアップしているので見ていってほしいのと、あと今回紹介したアイテムとかは Amazon のストアフロントっていうトバログのねページがありまして、そこでも紹介しています。かつ普段のね撮影道具とか、あれトバログで紹介してたんだけどなんだっけみたいなのはねできるだけここでもまとめてすぐに購入できるようにしていこうと思うので、ぜひチェックしていってください。そして気に入っていただけたらこの動画もチャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。はい、実はこの撮影の後すぐにね台湾に行く予定があって、このガジェットたちを持ってちょっと台湾に飛んでいこうと思います。急いで準備しないと。